日蘭昔物語。リーフデ号から平戸オランダ商館へ。豊後に謎の船が到着したそうじゃな。何者でござりましょう。船長を召し連れてこい。はっ、かしこまりました。船長はいずれか。船長は病気で参れません。私たちが代わりに参上しました。どこから来た？イギリスです。私はオランダからです。ほう、聞いたことのない国だ。ポルトガル人じゃないのか。日本に何をしに来た？貿易です。日本にない品物をもたらし、日本の珍しい品を購入したいのです。オランダには優れた航海技術と魅力的な商品があります。必ずや良い貿易相手になるでしょう。それは面白い。我が国もさまざまな国と交易して繁栄を目指しているところだ。家康様、パタニにオランダの商館があるそうです。私をそこへ派遣し、オランダ船を日本へ誘致させてください。確かにオランダの珍品が見られるのは楽しみなことじゃが。あら、それはよろしゅうございますね。ぜひ行かせてください。アダムス、お前には別の任務がある。船長を使わそう。それなら私のジャンク船をお使いください。ちょうどパタニへ向かわせるところでした。重信は気が利くな。そうだ、オランダの君主に手紙を書こう。それを携えていくがよい。日本との貿易ができないだろうか。マウリッツ公に日本の君主宛ての手紙を書いてもらおう。そうだな。だが気をつけねばならない。手紙がスペインやポルトガルの手に渡らぬよう細心の注意を払わねば。しかし運命のいたずらか、家康の手紙もマウリッツ公の手紙も双方の宛先に届くことはありませんでした。まだ来ぬか。スペインとの停戦協定がもうすぐ締結に至りそうだ。これを機にアジアの国々との貿易関係を広げよう。そうだな。日本も視野に入れるべきだ。日本へ渡航せよとの命令が届いた。だが日本といっても広い。どこに向かえばいいだろうか。ポルトガル人のいる長崎か。いや、平戸がいいと聞いています。領主がオランダ人に友好的だそうです。そこを目指しましょう。1609年7月1日、オランダ東インド会社の船がついに平戸に到着しました。どこからお越しでしょうか。我々はオランダという国から参りました。帰国との自由貿易の許可をいただきたくて来航いたしました。それは誠に結構なお話です。ただそのような許可は駿府にいらっしゃる家康様にお願いするのが良いでしょう。なるほど。ではそのようにいたしましょう。7月27日、オランダ商務院のニコラース・ポイクとアブラハム・ファンデンブルックは家康のいる駿府城を目指して平戸を出発しました。平戸の人々は本当に親切だったね。船まで用意してくれて。そうだね。領主は不在だったけど役人たちは皆歓迎してくれた。日本人の礼儀正しさには感心するよ。見てごらん、この街並みの立派さ。日本は豊かな国のようだ。ここでは良い商売ができそうだね。8月14日、ついにポイクとファンデンブルックは駿府城で家康に謁見しました。こちらはオランダからの贈り物です。遠路はるばるよくお越しになりました。さぞお疲れでしょう。我が君主マウリッツ公からの書状です。
遥か遠い国の君主からこのような丁重な書状をいただくとは、まことに喜ばしいことじゃ。マウリッツ公は貴国との友好と通商を心より願っております。そうか。我が国も他の国々との交易を望んでおる。お前たちの来訪を歓迎しよう。日本のどの港へも来航し、自由に貿易を行うことを許可する。その証として朱印状を渡す。今後オランダの船長たちはこれを携えて来日するように。誠にありがとうございます。この寛大なお許しに心より感謝申し上げます。さらにマウリッツ公への返書をしたためた。これをオランダへ持ち帰り、必ず公へ届けてくれ。かしこまりました。必ずやお届けいたします。めでたい話でございますね。両国の友好が深まることを願っております。こうして日本とオランダの公式な外交関係が開始したのです。家康の手紙はオランダ船によって大海原を越え、はるばるオランダへと運ばれました。日本に渡航した我が社の船が無事戻ってきた。日本の君主に温かく歓迎されたそうだ。そしてなんと日本の君主からマウリッツ公への手紙も届いたぞ。これは素晴らしい知らせだ。早速その手紙をマウリッツ公にお届けし、返書を書いていただこう。そして1612年、マウリッツ公の返書が日本に届きました。家康もまたマウリッツ公宛てに返書をしたため、オランダへ送られました。このように家康とマウリッツ公の間で活発な文通が行われたのです。さらに良い報告がある。我が社の商務員たちが平戸という町に商館を設立したそうだ。これからは日本との貿易で大きな利益が期待できよう。思ったほど儲かっていないようだな。競争が激しいですから。イギリス人も平戸に商館を構えましたし、長崎ではポルトガル人が貿易を行っています。スペイン人も頻繁に日本に来ていますしね。それでも平戸の人々のおかげで快適に貿易活動ができているのは幸いだよ。そうですね。特に平戸の領主には何度も助けてもらいました。ありがたいですね。1623年、イギリス人は利益が見込めないため日本から撤退しました。さらに家康の後継者たちが強化したキリスト教禁教政策によりスペイン人の来航は途絶え、1639年にはポルトガル人も日本から追放されることになりました。我々は布教活動をしていないから禁教令の影響は受けないはずだ。そうですね。東インド会社はあくまで貿易会社です。我々は商売に専念していますからね。ポルトガル人との競争もなくなったので商売繁盛間違いなし。日蘭貿易は1630年代に大きく発展しました。それに伴い平戸のオランダ商館の建物も徐々に拡張され、商館のほか商館関係者用住居や商品保管用倉庫など多くの建物が増築整備され、平戸の中にある小さなオランダ街を形成しました。中でも1639年に建てられた石造りの巨大な倉庫は平戸の町の一角で圧倒的な存在感を放っていました。この繁栄が長く続くことを願おう。幕府の大目付井上正成様が到着されました。第三代将軍徳川家光公のご命令だ。オランダ人は平戸にある商館の建物を即刻取り壊し、長崎の出島へ移転せよ。承知いたしました。将軍様のご命令通りにいたします。そんな。
これまで築き上げてきたものが全て。これは将軍様のご意志だ。我々にできることは従うことのみだ。こうして1641年にオランダ商館は長崎の出島へ移転することになりました。出島はもともとポルトガル人のために造成された扇状の人工島でしたが、彼らの追放後は無人となっていました。幕府はオランダとの貿易をより厳重に管理するため、この地をオランダ人の移転先に選んだのです。長年のお付き合い、本当にありがとうございました。お別れするのは誠に残念です。平戸の皆様には大変お世話になりました。心より感謝申し上げます。かつて繁栄を誇った平戸オランダ商館も今や過去のものとなりました。しかしこれは日蘭関係の終わりではなく、新たな章の始まりでした。出島での貿易を通じて日本とオランダの絆はさらに深まっていくのです。